どうもともそやです。前回動画では少し悲しい現実ですが、実際にメキシコシティで起こって今でも民間人から忘れ去られない悲劇の事件について動画で紹介。実際の現場にも行ってデモも見たよ。今回の動画は以前の危険地区テピトに続いて、今回はそのテピトの横にあるラグニージャという場所の日曜限定泥棒市場の様子を動画で説明。メトロ上がって2秒でこの風景です。こんな感じでたくさんね、露店がね広がっていますね。めっちゃ落ち込んでるんですよ。実は昨日飛行機逃してしまって、最悪です。なんで逃してしまったというと、空港無料ラウンジで飲み放題食べ放題めっちゃ楽しんでたんですよね。でアラームセットしてたんですけど、アラームも止めてビール飲んでたら飛行機逃しました。自分が悪いです。どうもともさやチャンネルです。皆さん、泥棒市場って知ってますか？泥棒市場、今日の本題に入るんですけど、今回ね、今メキシコに滞在してて、メキシコシティ日曜日に泥棒市場っていうのがあるんですよ。ラグニージャっていう地区なんですけど、泥棒市場っていうのがあって、それを今日はね見に来ました。メキシコシティでちょっとね有名な、超危険地区で有名なテピトっていうのがあるんですけど、テピトのすぐ隣にラグニージャっていうあって、ラグニージャ市場、そこがね、若干危険地区ではあるんですけど、ほんまに超おすすめで、見るだけでも楽しい市場なんで、今日はそれをねちょっとね説明したいと思います。でいろんな動画撮るんで、最後までね動画見てもらえたらと思います。ちなみに酔っ払ってないですよ。ちなみにあんまり動画で映すのは好ましくないんですけど、あれ大体ねとかなんかね吸ってますね、草、あそこの広場で。意外にもこんな感じでね、本とかも売られてるんですよ。ほんまに何でも売られてるような市場、泥棒市場。こんなんも売られてある、こんなんも売られてある。いろんなものがあるな。本も値段見てたらピンからキリまでですね、なんか100円以下のやつもあったらだいたいね800円ぐらいのやつもあるし、いろんなね値段がつけられています。なかなかかっこいい服見つけた。これ見て、ナルトかかしのシャレンガンが見えますでしょうか。こんな感じですね。で、向こうに泥棒市場が広がっている感じです。はい、ここがねメルカードでラグニージャですね。泥棒市場です。めっちゃ広いですよ。こんな感じでね、こうやってスマートフォン持ってる時に奪われる可能性もあるんで気をつけなければいけません。これはなかなか生かす善逸からのスラムダンク、なかなか生かすな。波動拳、まさかの犬が売られてる。これはちょっとおもろいな。まさかの市場で犬売られてるとは。それにしても愛くるしいけどちょっとかわいそう。なかなか面白い T シャツが売られてるな。マジで心揺さぶられる T シャツ見つけました。これとこれ、デジモンと遊戯王はほんまに青春やな。こんな感じ、いろんなものが売られています。あれとか悠々白書キスしてるし、なんか草のグッズが売られているような店やな。これは可愛いぬいぐるみ。これはセイントセイヤのレゴかな。面白いな。日本には多分ないな。食べ物も売られているよ。これは珍しいな。こんな感じでね、いろんなもの売られてます。いろいろな食べ物売られてるんですけど、この辺はねちょっとねメキシカンな食べ物って感じじゃないかな。なんかワインとか飲んでるし、かなりイチゴ感が強いお店。その横では人々がみんなねいろんなもの食べてます。あとね、これ意外だったんですけど、メキシコでは意外にもテルヌリンっていうシルバニアファミリーがめっちゃ人気なんですよ。この辺にも見えてると思うんですけど、シルバニアファミリーがめっちゃね人気です。実家で飼ってる猫ちゃんにめっちゃ似てます。からの怪しいピカチュウ。メキシコでたまに見かける光景なんやけど、ご飯の上にアクセサリーをこうやってね乗せてアクセサリー売ってるんですよ。で、民族の糸を発見しました。なんか写真とか動画撮らせてくれないお店とかもちょいちょいありますね。質問してもダメって言うてきます。そんな感じのね雰囲気の場所ですね。
多分盗品がやっぱり多いんで写真撮らせてもらえないんだと思いますね。マジでアンティークな骨董品とかはほんまに多いですね。ゴジラ VS ゴジラ来ました。ここ僕が食べたかったね、バカラウのトルタ。珍しいんかどうかわからんけどインターネットでなんか珍しいって書いてた。こんな感じで作ってくれてますね。トルタっていうのはまあ言ったらメキシコのねサンドイッチみたいな感じですね、日本でいう。はい、トルタでバカラウ登場しました。中に魚が入ってます。バカラウ、イワシかな。魚介のエキスがめちゃめちゃ詰まってめっちゃ美味しいんですけど、想像以上に超辛い。なかなかね魚とか食べれることがね少ないんで、メキシコは久しぶりにこの魚の味を味わえてよかった。それにしてもでも60ペソはちょっと高いかな。うまい、でもうまい、めっちゃ辛い。こんな感じでレーズンとオリーブもドシャーっと入ってますね。でこのバカラウっていうのはメキシコではクリスマスに食べるのがなんかこの伝統的みたいな感じで言うてますわ。それにしてもトルタ1つ70ペソはちょっと高いな思いましたね。500円から600円ぐらいです、日本円で言うたら。あんなぺちゃんこのやつ、まあ味は美味しかったけどしゃあない。地元民だけじゃなくて観光客も多い。それにしても露店の数が多すぎる。まあ見るだけでもかなり楽しめるね。やりすぎ都市伝説に出てきそうななんかこの品物の数々ですね。こんな感じで、ビデオグラバールしたら怒られそうやわ。ポケモンカードなんかわからんけどポケモンのグッズも売ってます。これはネクタイみたいな感じ、遊びのネクタイみたいな感じやな。ほんまにいろんな服が売ってある。これ面白いわ。ほんまに思うんやけど、こういうところね観光客ね来てください。観光で日本からねこういうところに来て面白いものを掘り出し物を見つけて安く購入して日本で使う、日本で服を着るみたいな、めちゃめちゃおすすめです。面白いですね。ルローニケンシンの服とかもある。二重の極みやな。これでこの辺これとかナルトの服です。面白いな。これは F1 好きの人が買うていくような服かな。フェラーリ。まさかのミニ四駆が売ってある。これは面白い。なんかポケモンが進化しそうですね。なんとかの化石的なやつ。これはメキシコあるあるですね。いろんなところでこんな感じでねピーナッツとかくるみとか売られています。これがねテキーラとかメスカルのほんまお友達、めっちゃ合うんですよ。ちょっとしょっぱくてね。店は犬が店番をしています。あそこに見えるけど、こういうステッカーをねお土産にするのもいいですよね。安く購入して安くたくさん購入していろんな人に配るみたいな、なかなかエキゾチックで面白い。これどこの国旗だったかな。あの辺中東の方。大体の観光客がシウダデラ市場っていうところに行くと思うんですよ、お土産品を求めに。でもやっぱりね僕はねこういうちょっとローカルな市場とかメルカートソノラっていうちょっと技術的なものが売られてる市場とか、そういうところをねおすすめしますね。見るだけでもほんまに面白いんでぜひ皆さん行ってみてくださいね。おすすめします。これは怖すぎるってさすがに。食欲そそるわ。これはさすがに。普通にデザートもあるし、こんな感じでねパエリアとかもある。うわこれとかもうメキシカンな雰囲気も全然感じんやん。ラザニアミチェラダーはこんな感じでね作ってくれます。タバコ片手になんかこうやって作ってくれるのかっこいいなこのお姉さん。こんな感じでねこんな感じでねビールの味なんですけど、ビールとはちょっと違うまあ飲み物なんですよ。なかなか興味深いメキシコの飲み物は。Muy bien。こんな感じの飲み物。世界中の皆さんに乾杯。乾杯。乾杯。ビールだけの味じゃなくてね、チレとかゴマとかそういういろんな味がミックスされてなかなかね美味しい。ただ毎日はいらんかな。ビールだけで飲みたいっていう時もあるし、たまにこういうパーティーとかの時にこういうの飲むのがねおすすめです。これがメキシコ流のビールの飲み方。
そうもう一気飲みしてるやんビールSí. 私はディオニサスです。メキシコをようこそ。mucho gusto gracias これがほんまの飲み歩き。こうやってね、歩きながらね、飲みながらこうやってね、いろいろ見るのがメキシコ流のスタイル、メキシカンスタイル。黙れって感じですね。まさかの隠れデジモン大集合、グレイモン、テリアモン、テントモン。ここでラグニージャはフィニッシュで、向こう側に見えるのがテピト地区っていうところなんですよ。テピト地区はまたね、なかなかね、メキシコ市の中でもトップレベルを争う超危険な場所って言われてますね。テピト地区の場所についてもちょっと動画出してるんでね、それね見てもらえたらと思います。まあいろんなもの買い物できてね、面白い場所ですよ、テピト地区は。子供もね働いてるような現状なんですよ。子供もね働かないとねやっていけない、そんな感じの場所なんですよね。これ見て、この服でかすぎんか長すぎんか、誰が着るん。ちなみにメキシコトイレは有料です。こんな感じでトイレする場所がちょいちょいねたまにあるんですよ。そういうところで5ペソ、40円ぐらいかな、3、40円ぐらいの金額を払ってトイレに行くみたいな感じですね。まあ食べ歩きみたいな感じでですね、こんな感じでねケサディージャ販売してるところで、次はね新たな食べ物を食べたいと思います。これはゴルディーダという食べ物です。こんな感じ、ちょっとねゴルドっていうのがフィトッチョみたいな感じなんですよ。でゴルディーダっていう感じ、こっちはケサディージャ、ケサディージャ工場、鶏肉、チーズとノパレスとチチャロンが入ってます。なかなか美味しい。まあラグニージャ、やっぱりなかなかの雰囲気ですね。脇道に入ると、青空マーケットの裏側はねこんな感じ。まあ若干のカオス感かな。さすがに人がおらん道でこんだけ靴吊るされてあったら怖いわ。この道はやめとこか。メキシコ人3人に囲まれて以降の写真や動画を全て削除されてしまったのでちょっと逆行気味かもしれないんですけど、動画ご視聴ありがとうございました。はい、皆さんね、ラグニージャの市場どうだったでしょうか。一応日曜日限定って言われてて、日曜日限定のメキシコシティの泥棒市場みたいな感じで言われてますね。メキシコシティの中でも超危険な場所、麻薬の密売人とかがたくさんいるテピト地区っていうのがあって、その横に隣接している場所にあるんですけど、なんでね、結構危険な場所ではあるんですけど、僕にとってはちょっとね、おすすめな場所ではありますね。夜5時以降とかは絶対に避けた方がいいと思います。5時、6時ぐらいだったら大丈夫なんかな。人もそんなめちゃめちゃ少ないわけでもないし、ただほんまにね、見るだけでも面白いし、旅行者とかは、ああいう場所に行って、日本にはね、あんな感じの場所ね、少ないと思うんで、少ないとかないんかな？少ないと思うんで、ああいう場所に行って、ちょっとね、見て骨董品とかを買って日本のメルカリとかで売るみたいな、そういうのも一つの手段じゃないですかその辺はね個人個人でね決めてもらえたらと思います。ただね、僕もね写真とか動画とか結構パッパ撮るんですけど、あんまりおすすめしないですよ。あそこの場所の人らはやっぱ写真とか動画とか撮られるのほんまに嫌がるんで、品物とかをコピーされるんとかがやっぱり嫌なんかな。そういうのとか、いろんな、理由があるとは思うんですけど、で、僕とかも写真とか動画とか撮るときに、例えばスペイン語で、プエドトマルフォトみたいな、プエドグラバルビデオとか、そんな感じで聞いたりもしましたね。で、ダメなときは、ダメって言われるときもあるし、いいよって言ってくれる人もおるし、その辺は様々ですね。で、あとなんですけど、ほんまにちょっとね、ほんまにこれは気をつけた方がいいんですけど、聞かずに動画回してる時とかもあったんですよ、普通に。危険な場所っていうのは分かってるんで、自分も携帯とかも動画回すときはがっちり携帯持つとか、周囲見てちょっと危険人物がおらんかどうかとか、その辺とかもちゃんと見るんですけど、こうやって撮ってる時に後から後ろからバーって女性が走ってきて、女性2人と男性1人の3人に囲まれて、お前何撮ってるんやみたいな、
お前消せみたいな、消せというか見せろって言われて、何撮ったかみたいな。でなんかもう無理やり確認されて、携帯の中で、いやこれ撮ってるみたいな、消せ言われて、あもうごめんなさい消しますって消して、でその後もいや他にはみたいな、なんかもう全部チェックされて、やばいやばい今日撮ったやつ全部消されると思って、まあそこまではされんかったんですけど、まあ撮った周辺のなんか最後の方の動画とかは全部消さされましたね。で消さされて、例えば最近だったら Google フォトとか iCloud とかそんなんあるじゃないですか。でそこになんかメモリーとして残ってるやろみたいなことをなんか難しいスペイン語でわーって言われて、いやいやわからん、そんなんないわ。でもうそこもちゃんと説明して、いやいやインターネット僕持ってないから、インターネット繋がらないからそこには入れてないよっていうのをもうめっちゃ説明したけど、なんかもういや別の場所に入っているみたいなことをめっちゃ言われて、女性にバー言われて、ほんで男性一人の監視はもう目の前でこうやって待ってる、こんな感じなんですよ。でそんな感じでも囲まれてるんで逃げられんし、ただ僕ももう携帯だけは絶対取られんようにしようと思ってもうがっちり持って、で触ろうとしたらいや触んなよみたいな感じ。ほんまに危険なんでおすすめしないです。でそんなこんなでこれボテでバスーラみたいな一応説明して、データオルダのゴミ箱っていうのを説明して、はい、ここにあるものを今から消去しますって消去した瞬間に向こうがあそれみたいな、オッケーいいよ、もういいからみたいな、もうそれで済んだんですけど、ちゃんとなんかこの動画ただ削除するだけじゃなくてゴミ箱からも消せみたいな、そこまでしつこく言ってきますね。まあそういう場所で簡単に動画撮影してる僕が悪いんですけど、そんな感じの場所なんで、ほんまに写真とか動画とかね撮影する人は気をつけた方がいいと思います。そんな感じですね。もうなんか昨日なんか空港行って飛行機逃したんとかもう忘れましたわ、いろんなことがあって。次回トモソワチャンネル、メキシコの国民的行事の一つ、ディアデムエルトス。日本語では死者の日って言うんやけど、世界中の観光客から大人気で世界無形文化遺産にも選ばれている。いろんなイベントがあるんで、いくつかのイベントの様子を一つの動画にして紹介。ディアデムエルトモソワ、よろしく。